まず第一には何のために個別最適で共同的な学びが必要なのかっていうことを考える必要があるなというふうに思います。一人一人の多様なニーズや多様さに対応していく、こういった教育を実現するためにこの両者を満たすような教室授業づくりが必要になっているというふうに思います。複線型の授業っていうのは子ども一人一人が課題を持って子ども一人一人の判断で調べたりまとめたり伝えたりしていって共同の活動をしたり適切な場所を選んで学習していく、そういった形が複線型の授業かなというふうに思います。芝園小学校では特に3つのポイントに絞って授業づくりをされています。今は複線型の授業を行っています。その複線型の授業っていうのは学習課題、学習過程、学習形態、その3つを指標としています。学習課題とは自分自身が興味関心を持ったことなど自分で課題を決めていくということです。学習過程っていうのは情報収集し整理分析しまとめそれを発信していく。で、学習形態っていうのは一人で学ぶのかそれとも誰かと一緒に学ぶのか、それも自分で決めていきます。芝園小学校の時は指導計画を考える時にその数値をしっかり決めてその通りに授業ができたかどうか、同じ意識で見とれるかっていうところを非常に校内の研修でトレーニングしたというふうに聞いてます。学習課題はどれだけ子どもが自己決定しているか、それが10っていうのはもう全て子どもに自己決定させているっていうことです。で、学習過程ももし9とかだったらほとんど子どもが自分で学習過程を回しているということになります。それでその3つの指標で先生方が授業前に決めて自分はこれぐらい子どもに自己決定させるよっていう意識を持って授業することが複線型授業への普及に効果があったんではないかなと思います。全ての授業が複線型になるわけではないですし、特に低学年の基礎基本とかそういった学習は芝園小学校でも一斉指導を中心としたこれまで通りの指導法っていうものを行っています。今日は課題7点、家庭7点、形態7点で意識していました。どこの辺行ってますか？みんな自分どの辺だか分かる？さあどう？分析はちょっと変わってきた？帯グラフにしたの？じゃあそれ次回さないといけない課題だね。7点は感覚的には半分以上の子が自分の力で決めたりすることを意識しています。でも何人かはやっぱり自分ではちょっと決めていなくて仲間に教えてもらいながらとか、あるいは一緒に声をかけながら決めていってるっていうような、それぐらいのイメージです。課題8、家庭8、形態8。なんでその度合いにしたんって言われたらしっかり答えられる自分でありたいですね。森田さんどう？視点ごとに。結構家庭科とつながるね。そういう目線で度合いやったら面白そうだね。今回は歴史学習のまとめなんですけど、それ以前の歴史学習も、子どもたちが自分で課題設定して情報収集して整理分析まとめ表現のような形をとっているので、自然と今日情報収集から自分やってみようとか、今日はまとめ表現やってみようとかっていうような形で進めて積み重ねなのかなというふうに思ってます。課題が7、家庭が9、形態も9です。どうすれば入れる？どういう言葉で入れたらいいのかな。だとしたらそのゴミの量をグラフにすることが本当にいいのかな。交通の立山町らしさって何だと思う？単元の初めにはしっかりとこの単元ではどのような力をつけていきたいかだとか、課題を持つための動機づけだとかいうふうにしっかりと時間を取るのですが、そこからは子ども一人一人が自分はこの時間何をするっていう、1時間ごとのベースじゃなくて単元全体として子どもたちも計画を立てているので、その間の1時間はできるだけ子どもの時間を取ってあげたいなっていう気持ちで進めているところでした。自分がこうやって自由に回っていくんですけど、その中にも子どもたちがやってることとか
考えてることって目まぐるしく変わっていると思うんですね。それを瞬時に把握するときに、まずは今何してるのっていうようなことを聞いて踏まえた上で、見方考え方を引き出すような言葉かけなのか、助けるような言葉かけなのかっていうのを判断して行っています。毎時間振り返りの時間を大切にしていて、自分がやったことっていう事実だけではなくて、なぜそれがうまくいったのかとか、失敗したのだったら次はどうすればいいのかという自分を調整していくための振り返りとしているので、振り返りをもとに本人の目当てを決めていると思います。子どもたちは自分の課題を持っていて、それに向かって一直線に進んでいるので、社会の授業として大切にしたいことを見落としてしまって進むこともあるので、そういうことがないように私の方から立ち止まってもう一度考えるきっかけになるような声かけをしたいなっていうふうに思っています。本校の指導案としては、本時に至るまでの単元構想のところの書き方とか、今までの形式と変わっているなというところでして、子どもがどういう思考をしてどうここで変化していくかっていう子どもの様子をメインで書いているところが違うところなんじゃないかなと思います。子どもがこういうことでつまずくだろうなとか、ある程度想定しておくことができれば、本時で子どもと対面してその瞬間になった時の瞬発的な言葉がけだったりとか支援とかもより効果的になっていくんじゃないかなと思います。アウトプットしている様子がリアルタイムにお互いに参照できる。我々他者参照と言ってますけども、好きなタイミングで好きなだけ繰り返し見られるっていうのが非常に大きくて、それによって他者のアイデアからインスピレーションを持ってさらにいい成果を上げるし、それを見た子どもがさらにもっと高いレベルのものを作っていくみたいな。今までだったら友達のノートを見に行くとか確かにありました。でも全然スピード感違うんですよね。いつでも見られて、途中のものも参照できて、それも瞬時に自分の席で見れる。だから入ってくる情報量がすごく多いんですね。スピードも速いし、他者参照ができるっていうのがすごく大きなメリットではないかと思っています。まずは自分で検索したり考えたりして、それでも分からなかったら同じことを調べてる人やみんなに聞いたりします。みんなのドライブがあるので、そこで何を調べてるか分かりやすくなってるから、それを見て聞きに行ったりしてます。例えば同じページを一緒に見るときにクラスルームとか使ってリンク上げて共有したら、同じページを見たり同じスライドとかドキュメントを使ってまとめたりすることができるから、そういう面ですごい役立ってます。他の人がどんな視点で見てるのかっていうのを知るときに振り返りってすごい役に立ってたりとか、あと他の子がどういうことを考えて追求してるのかっていうのを知って、で自分もこういう面で考えてみようとか、この子と一緒になんか関わってみようとか知ることができるので、すごい便利です。人と何か共同しながらものを作っていく、一人一人が課題を追求して、そのプロセスで他者の力も借りて、自分の課題をさらにレベルアップしていって、個が際立つし共同も行われてさらにレベルアップしていくみたいな、この相互の関係、そういったことが今一番求められているところだと思います。本当に不透明で複雑で見通しが持てない社会時代になってきています。その中でやっぱり自分らしさを大事にして、かつ多様な人たちと共同して果敢にいろんな課題に向かって自分はできるんだっていう気持ちを持って生きていける、社会に出て貢献できる、そういう人になってほしいなと